じゃあもう青だから渡っちゃおう。じゃあ中村さん、はいはい。中村さん SF の定義って何だか分かります？サイエンスフィクションうんの定義そう定義なんていうのがあるんですか？定義はね、まあそれぞれなんだけど、もし中村さんが定義づけるとしたらどういうことだと思いますか？サイエンスフィクションっていうのは例えば未来のことを書く、そしてそれは想像の世界であり、まあ、未来だから当たり前か。サイエンスフィクションの定義、そこでは科学技術のことに関して話すいや、あんまり分かんないです。何でしょでもそうだと思います。例えばね、最古のサイエンスフィクションはかぐや姫だっていう人もいるのよ。最古って何？最古って最も古い。わかる？あ、最古って最も古いって意味ね。ああ、サイコロジーの最古じゃなくてね。で最も古いSF はかぐや姫だ。なんでだと思う？月に行くから。あ、月に行くから。だけど僕はね、それは SF じゃないと思ってるんですよ。で、SF っていうのは科学技術であったり産業の知識に基づいたファンタジー、未来のファンタジーを僕は SF だと思ってるんですね。でジュール・ベルヌが、SF の父と言われてるのはそれがゆえんで「月世界旅行」っていう小説あるの。これは2種類、月世界へ行くと地球から月へっていう2つの小説なんですが、この2つ月には行ってないんですよ実は。でだけどそこでジュール・ベルヌは小説の中で月まで行くのに37万秒必要だって書いたんですよ。それで20世紀アポロが月に到着したのが35万秒だった。合ってたってこと？そうだから科学技術とか知識に基づいたファンタジーだったっていうことですよね。あ、なるほどね。だから科学技術っていうのに基づいた知識を利用して小説を語るファンタジーっていうのがサイエンスフィクションだと僕は思っていて、じゃあまさにジュール・ベルヌがそうじゃないですか。そうなんですよ。で実はですね、またねもう一つのスポットに来たんですけども、ここはねビビリオテック・コミナルって書いてあります。はい、ここ図書館なんですね。ここはもともとそのちょっとね神殿風になっておりますけども、この真ん中に彫刻があって、ほら本を読み聞かせてね、その下に、左手にいる女性はレプブリックでしょうか、マリアンヌかもしれないね。フリジア帽っていう自由の象徴の帽子をかぶってるから。でお母さんが子どもたちに読み聞かせをしながら子どもたちを教育しているというところが書いてありますけども、その上がこれなんとかプチさんって言ってアミアンのもともと市長だった人じゃないですかね。この人は確か記憶があんまり確かではありませんが、ジュール・ベルの同時代の人で市長とかでね、教育とか文化とかそういう人を担当した。やっぱそうだ、なんとかプチって下に書いてありますね。プチさん。プチさんはい、でここは図書館になっていて、実はここでちょっと紹介したのはジュール・ベルヌはこの図書館をその本をね、一体どんな本を買うかとか入れるかとかそういうもののアドバイザーにもなっていたりですね、そしてこのまさにコウさんがねサイエンスフィクションっていうのの定義を言ってくれたんだけども、彼はね自分のうちにそういう百科事典だとかそういう書籍、専門書などを揃えて、それを読みながらね小説を書いたっていうのもあるんですけど、彼足しげくこのアミアンの図書館に通っていてですね、そしてその知識をもとに自分の小説を肉付けしていったとも言われているんですよ。ですからまさにねサイエンスフィクション、その科学的な知識技術、そういうものを土台にして小説を作ると言っていた、まさにそんな人だったわけですよね。そのための本当に大きな仕事場の一つだったっていうのが、その知識のね、獲得する場所の一つだったっていう感じですね。で今度ね左に見えてきたのが今度はピカルディ美術館なんです。これもね非常に大きな建物なんですね。
ほら見てください、このすごいよ、ほら立派な建物でしょ綺麗な。う。とっても綺麗な建物で、このねその庭がね、その今では公園みたいな感じで開放されていてその噴水の前でね座ったりね、日向ぼっこをしたり、あるいは日陰でご飯を食べたりっていう感じのところになっています。でここにもほらアロナックスのね、このまた出ましたよ。彼は市議会員だったっていう話をしたんだけども、ここにねいます。市議会員のメンバーで、ほらここにいるでしょう。ジュール・ベルヌさん、ちゃんとここにいますけども、こういうね美術館のによく彼は足しげく通ってたのもあるっていう、隣の図書館で隣の今度美術館にもよく通ってたみたいですね。そしてねこのね美術館、非常に作品が優れていてですね、本当に見応えのあるところなんですけど、ここの中も見せたいですね、コウさんね。見せたいですね。見せたいですね、ここにあるね。ちょっと頼んでみましょうか。でぜひねここの内部も動画作っちゃいましょうか。じゃあもう作っちゃいましょう。はい、ということでね、この美術館の中の非常にね優れた作品なんかもこれお見せすることにしましょう。そしてね、コウさん知ってました？これねフランスで初めての美術館なんです。あ、これは知ってましたと言うべきか知りませんでしたと言うべきか。これね一番初めの美術館って一体どういうことかっていうと、いやちょっと気持ちいいから散歩しながら行こうか。ちょっと段差あります、皆さん気をつけてね。なんかプールみたいなところですけども、これなんでかっていうとね、いやルーブルとかねそっちの方が古いじゃないかって思うかもしれないけど、その通りなんです。ルーブルの方が全然古いんだけども、ルーブルっていうのはもともとはあれは要塞だったり王家の宮殿だったりしてますよね。そこから美術館に変えただけで、オルセイ美術館ももともとは駅舎でそれを美術館に変えた。ここはね美術館のために建築をしたフランス初めての建物なんです。ザ美術館って、ザ美術館、ミューゼ・ドゥ・ピカルディと書いてあります。ここはかつてピカルディ地方と言われていましたからね、今ではオー・ドゥ・フォンスという地域になってますけども、でこれを作ったのはナポレオン3世の時代なんですよ。ですからナポレオン3世の象徴であるね、奥さんであるウジェニ、そして右にはナポレオンの N なんかがあります。E と N ってやつですね。ということでね、ナポレオン3世の、その力、第二帝政の力みたいなものを、示すためにね、このような場所を作ってるっていうのもあるんですけども、そういうために非常にね、豪華で威厳のある偉大なね、美術館になってます。でこれさ、これ植物植えるのも面白いよね。プランテーションがモダンで、こう自然と建築が融合した感じになってますね。でこのね美術館は何が見応えあるかというとですね、この、アミアンという場所は実はね旧石器時代とか新石器時代がものすごく充実してるんですよ。先史時代の、考古学なんだけども、よくフランスで先史時代っていうと洞窟の中に絵が描いてあるラスコーだとかね、結構南の地域を思い浮かべるんですが、実はこの北フランスでもそういう文明っていうのがたくさんあって見つかってんですよね。アミアンの地下を掘るともういくらでもそういう打製石器とか魔製石器が出てくるところで有名で、駐車場を作ってる時にいっぱい出てきてね、それが展示されたりしてるんですよ。ね、すごい豊富な品揃えというか展示物でしたよね。そう、非常に見応えのある美術館で、これはねぜひね、動画皆さんに作って皆さんに見ていただこうと思ってますので、お楽しみにしてください。でも不思議でしたよね。なんかこの先史時代のものを見ると日本とほとんど一緒なのね。そうなんだよ。発展の仕方も一緒で、で大体その石をどのように使ってるかも一緒なんだよね。これも本能の文明の進み方だったのかな。かもしれないね。それともすごいちょっとずつ伝わってったのかな。でもあの時代って分かんないけど、だから私たちがほら、歴史でさ習うその、縄文時代弥生時代、そういうのと本当に同じような発展をしてんですよね。
今度ねこの左手なんですけど非常に豪華な建物が見えてきましたね。ちょっと窓はねアルヌーボースタイルになっていますけど、ル・プチ・プセといってこれあれか、童話の名前か。親指、あ、親指姫。姫だっけ？なんか王子じゃなかった？姫だよ。親指姫。なんか悪魔じゃなくて鬼を倒して、なんかその空飛ぶ長靴を履くとかってやつじゃなかったっけ？それ一寸法師じゃないの？なんか似たような物語たくさんありますけど、まああそこはですねお菓子屋さんになってます。非常に豪華なお菓子屋さんで、私たちねこれ今撮影してるのが8月のちょうどお盆休みなんですよね。だからそのね夏休みでねいろんなところが実は閉まってしまっているんですが、あそこは非常に美味しいお菓子があります。ぜひね空いてたらあんなところでちょっと買って食べて紹介したいなと思ってたんですけど、もし皆さんがねアミヤに来ることがあったらぜひあんな店プチプチ試してみてもいいかもしれない。さあ忙しいですよ、今度右手こんなね大きなまた豪華な建物が見えてきました。ここは現在ではギャラリー・デ・ジャコバンといって、ちょっとしたねショッピングセンターのようになってて、中にはレストランとか入ってたりしているんですが、ここはもともとケス・デパーニといって貯蓄銀行だったんです。はい、19世紀になるとフランスでもね産業革命が起こってどんどん労働者が増えてきますね。その労働者、工場で働いているわけで、いつ何時事故に起こってね、体が体怪我してしまって働けなくなってしまうかわからないということで、もらった給料、当時日雇いとかですから、その日働いたそのお金をポケットに入れてたらすぐ飲んじゃったりギャンブルしちゃったりしてなくなっちゃうでしょと。だからちゃんと貯蓄して将来に備えましょうねというふうにして、全ての人が貯金をできるというようなそういうね貯蓄銀行っていうのが19世紀にどんどんできていくわけなんですよね。はい、その一つの走りで、ケス・デ・パーニと言います。上見てください。このね上のね彫刻なんですけども、これはホベール・ホーズといってこの地方を代表する彫刻家が作ったものなんですけども、真ん中にいるのがねまさに貯蓄のアレゴリーなんですよ。女の人ね。左にはその赤ん坊を抱いてるねお母さん、そして労働者のお父さん、子供が2人いますけどもがお金をね預けてるところですよ。これで子供のためにもねなるでしょっていうことでこういうふうにやってるわけなんだけども、今度その預けたお金をですねこの右の人たち、編み物を編んでるおばあさんとね、そしてヘルメットかぶってるから退役軍人でしょうか、そんな人のね、のために使ってますよと。ですからこれあれですよね、貯蓄というのは自分たちがもしもの時のためにもなるし、そしてそれはそのまま社会でもうその年金しかないとかそういう人たちのためにも使われるような大切なものですよという意味があるわけです。そしてこのね貯蓄銀行の話を長々としたのは実はジュール・ベルヌ関係あるんですよ。ということでねまたアロナックスのポイントにやってまいりましたけども、ジュール・ベルヌという人は非常にね財産を持っていたので、彼もまたこの貯蓄銀行に大金を預けていた一人だったんです。で、そんなこともあってね彼はこの銀行の取締役って言ってもいいのかな、そのうちの一人だったんですよ。ですからその経営にも少し携わっていたことがあるということで、ここもジュール・ベルヌのアロナックスコースのね一部になっております。現在は銀行じゃありませんよ。現在はね、ショッピングセンターのようになっておりますが、はいということで今度はこちらご覧ください。大きいでしょう。大きいゴシック・フランボワイヨン、これ16世紀に作られた教会だそうですが、そのねゴシック後期の様式を持った大きな教会が見えてきました。サンレミ教会です。ただこのサンレミ教会ね現在は閉まってしまっていて、何かに使われてるのかな。学校系の何かに使ってるようなことを聞いたような。けどあんまりなんか使われてる雰囲気ないですよね。ないね。夏休みだからなのかな。だけどもともとはね、ここはフランシスカイっていう、アッシジのフランシスコという聖人がいましたけど、彼が打ち立てたフランシスコ会っていう修道院派の人たちで、その中でもフランスでは、修道僧の
このベルトですね、ベルトにロープを使っていた、ロープのことをフランス語でコルドと言いますけども、そのロープを使っていたような人たちなんで、コルドリエというね人たちがこの教会を使っていたそうで、ですから紋章を見てください。この入り口ね紋章がありますけども、両手がこうやってクロスしてあって、でその上に十字架あって、茨の冠とかありますけど、その周りをこうやってね回っているのが、あれが綱になっているんですね。そのコード、ホールド、ロープになっているわけです。はい、そんな紋章もあります。で今度反対側、先ほどは宗教的な紋章でしたが反対側にはまたね、今度はギリシャ神話系列のなんかすごい顔、表情豊かですね。はい、このライオンの毛皮をかぶった人物いますね。ヘラクレス。ヘラクレス。ヘラクレスです。このねちょうど上にあるバルコン、それを持ち上げるような姿をしていますけども、これはねアトラントという建築様式で、柱の代わりにこのように人物を彫り込むことによって少しねちょっと味を出している、そういう模様でございます。なんでアトラントっていうんですか？アトラントってそのアトラスが地球を持ち上げる、地球を持ち上げてるっていう、ギリシャ神話の神様だっけ、ですからそういうイメージで、柱とかにね装飾で、上のものを支えている男性像のことをアトラントって言います。ちなみにそれ女性像だと何ていうか知ってます？アトランテカリアチッドと言います。カリアチッド、カリアチッドと言います。かなり変わるね。かなり変わります。これ語源知りませんが、アトラスも関係なくなってるそうだから男性と女性で違うってことね。カリアチッドの間っていうのがルーブル美術館にもありましてね、はい、そこは女性が上のバルコンを支えているような柱になっているところですね。なるほど。建築用語ですが、美術史とかやってるところいっぱい出てきます。この辺はですね、ちょっと新興住宅的なところで、だから先ほどのねアンリビル、と同じようにレンガでね作ってる界隈なんですけども、アンリビルの方がちょっと高級感あるよね、やっぱね。そうですね。アンリビルっていうのはその先ほどジュール・ベルンとかが住んでた高級な界隈で閑静な住宅街って感じ。でもこっちの方がモダンな感じはしますね。こっちの方がより後期に使われたんじゃないかな、その町の発展としてはね。でね、これ左見てください。ケス・デパーニュ、はい、これ貯蓄銀行現役でバリバリやってますよ。フランスで最も大きい銀行の一つ。今でもね、そのもしもの時に備えて貯蓄してますから。はい。ということでどんどん行きましょう。はい、アミアンのね少しずつ中心街に入ってまいりました。はい。ここら辺新しい建物ばっかりですね。この辺は新しいね建物で、そしてここはもう商店街になってますよね。でここのね新しい町、戦後復興がなって、その後アミアンがどんどん拡大していくにあたって、こういう界隈がレンガでねさらに建てられていったっていうことで、結構ここはその当時は新しい界隈だったわけですね。そんな新しい界隈で出てくるのがこの左手に見えてきた、これがアミアンの市庁舎でございます。ダンスあるか、皆さん気をつけて、はい、遅かったかもしれないが、はい。ということでここが今市庁舎前広場でございまして、正面に見えてるね、一番真ん中にはフランスの国旗が、はたびいておりますけども、あそこがアミアンの市庁舎でございます。これも綺麗な市庁舎ですね。とっても綺麗な市庁舎。その一番奥まったところ、今正面に見えてる横になってる部分、あそこは確か16世紀半ばに作られたんだけども、この両翼の部分、こうやってこの字になってるけど、両手を広げたようなってる部分っていうのは18世紀だったっけな、19世紀だったっけな、ちょっと忘れてしまいましたが、後から作られたものなんです。でその後から作られた時に新しくできた町を本当に迎え入れるように、両手を広げるような姿で設計した
みたいですよ。はい、そしてこのね市庁舎というのも実はアホナックス、ジュール・ベルヌにとって非常に重要な場所なんですよ。ありますね。なんでですか。なんでですか。あれ、ジュール・ベルヌさん確か政治家もやられてたんじゃないですか。そういうことなんです。彼はここで市議会員の一人でもありましたから、まさにここ彼の仕事場の一つだったっていうことなんですよね。はい、ジュール・ベルヌ、エル・ミュニシパル市議会議員に当選しているというふうに書いてあります。でね、これがね、議員さんの名前がバーって書いてあるんだけども、この一つにジュール・ベルヌが名前があるんですよね。ちょっとコピーがねあんまり鮮明じゃないんでわからないんですが、はい、ということで非常にここはジュール・ベルヌさんにとってゆかりの地ですね、縁のある、そうゆかりのある地なんですけども、さらにですよ、ゆかりのあるようなことがありまして、これがね2002年、ジュール・ベルヌを記念してですね、この彫刻が、建てられました。ジュール・ベルヌ1828年から1905年とありますね。ものすごくね大きなこの彫刻なんですけども、確か6月のツアーの前日って言ってましたよね。そうだっけ。だから私たちのオニバっていうオンラインツアー、アミアンすでにやったんですが、今回私たちね全く違うルートを歩いているんですけども、まさにその時にそのなんていうの、開帳式っていうの、そういうものをセレモニーをやるよみたいな話をしてましたね、その観光局の人が。中村さんの頭の6倍ぐらいありますよこれ。いや僕はねちょっと顔ちっちゃい、違うか、顔大きいっていうのでよく言われてるんですけど、それよりも大きいですか。すごいね、すごい巨大な、だからハンサムですよね、かっこいい。市長の前で。ということでね、こんなジュール・ベルヌの胸像が新たにこのアミアンの風景に加わったということなんですね。本当ジュール・ベルヌ尽くしの街ですよね。ジュール・ベルヌ尽くしですしね、もう本当にねアミアンはその売り物がたくさんあるんですよ。結構ねそのアミアン、私たち日本人にとっては結構知られていないところかもしれないですけど、本当にねネタの尽きないところでもありまして、というのはね、先ほどちょっとマクロン大統領出身、っていう話をしたんですけども、マクロン大統領の奥さんいるでしょう。奥さんいます。ブリジットさん。ブリジットさんはもともとここの高校の教師だった。で高校生の時のマクロンさんと知り合って最終的に結婚することになるんだけども、彼女の実家ってなんだか知ってます？実家はお菓子屋と聞いた覚えが。お菓子屋さん、その通り。どこにあるか知ってます？そのお菓子屋さん。あれなんか右に何か見覚えのある。はい、ここなんですよ。トニューさん。はい、ジョン・トニューっていうのがこれお菓子屋さんなんですが、アミアンの中でもしかしたら一番有名なところかもしれない。というのはアミアンの名物料理の一つなんですが、それがねこれなんですよ。なんて書いてある？マカホン。そう、マクロンじゃないよこれ。マカロン。マカロン屋の娘がマクロンさんと結婚した、だからもともとマダムマカロンって言われてたかもしれないよ。なるほど。お菓子屋さんだったから、けど今本当にマダムマカロンマクロンよ。マダムマカロンマクロン。はい、ということでね、このマカロンなんですけども、これね非常に美味しくてね、どうする？ちょっと食べてみる？あとねもう一つね名物料理があるんですよ。あ、今日ないかも。ガトーバチュって言って、なんかふわふわのケーキにして、でそれがあるんですが、それもね有名なんです。ということでね、ここはねブリジットさんのご実家ということで、こんなところもあるんですよ。じゃあちょっと食べてみましょう。食べてみましょうか。はい、じゃあ一回ここで切って。ということでね、店内の中に入ったんですけど、見てください、ほらマカロン売ってるでしょ。やっぱねマカロンがここの一番有名なやつで、あ、グランプリって書いてあるじゃん。フランスグランプリ名優スペシャリテ。だけどこれパリで見るマカロンとちょっと違いますね。確かにこれ違いとか聞いてみましょう。あとねもう一つね有名だったのこれチュイルって言って、このフランス語だとなんていうの、屋根に
瓦瓦みたいな名前がついてんだけど、これも有名らしいんでね、ちょっとね瓦チョコレート。店員さん聞いてみましょう。Bonjour. Donc macaron, c'est le spécialité amiénoise. C'est ça, c'est notre spécialité à nous depuis maintenant 150 ans. 150 ans. C'est ça, on fête les 150 ans cette année de la maison. Donc du coup c'est notre spécialité et depuis 6 générations. 6 générations. C'est ça. De père en fils depuis 6 générations. D'accord. Donc c'est quoi le c'est ça le Alors, notre macaron d'Amiens, et voilà, il est comme Wow. ceci en fin de compte, il est emballé comme ceci et en fin de compte il se présente comme un petit gâteau. Ah, Donc, c'est pas comme comme Paris, comme non, le parisien sorte- que vous connaissez, que tout le monde, on va dire, a tendance à faire la différence, c'est avec de la crème au beurre. Sauf que nous, notre macaron est vraiment comme un petit gâteau, vraiment à base d'amandes. Des amandes broyées très finement, des amandes Valencia qui sont produites en Espagne par nos amandiers nous-mêmes. Nous produisons nos amandiers. Et du coup, en fin de compte, ce sont des amandes broyées très finement avec de l'amande douce, de l'amande amère, du sucre et du miel. Il n'y a pas de conservateur ni colorant. Ah, il n'y a pas de produits chimiques du tout. Du tout. Que des produits naturels et des produits qu'on fait attention, des produits régionaux. Le D'accord. miel est produit dans la région, nos amandes sont produites par nous-mêmes. Tout en est Espagne. produit alentour C'est ça, d'Amiens. voilà. On essaie d'avoir des produits vraiment locaux pour notre macaron d'Amiens. C'est peut-être c'est le secret de continuer plusieurs générations. C'est ça, c'est ça. La recette est tenue secrète par nos responsables hiérarchiques, mais c'est ça. La recette n'est pas changée depuis 6 générations. D'accord, 150 ans donc. C'est ça. Ah, donc ça c'est C'est ça. le produit phare. C'est ça, c'est notre produit phare de la maison, c'est notre spécialité à nous. Après, on fait des chocolats, mais à la base, la maison était, on va dire, découverte grâce au macaron d'Amiens. D'accord. Et si par exemple, si on achète ça, qu'est-ce que vous nous conseillez d'acheter d'autres choses? Alors, vous avez du coup le macaron qui Ça est c'est notre produit phare. incontournable. C'est ça, voilà. Et vous avez aussi notre tuile amiénoise. Ah,やっぱりそうだ。C'est ça. Ça c'est deuxième spécialité, n'est-ce pas? C'est ça, c'est notre deuxième spécialité de la maison. Donc, vous les retrouvez comme ceci, ou vous les retrouvez du coup avec nos deux produits phares où vous voyez que spécialité amiénoise, vraiment nos deux spécialités. Quel est le boîte le plus vendu chez vous? Alors ça va être forcément le macaron. Pas qu'on le Et donne. après, forcément, les gens de prennent combinaison. Voilà, ils prennent le duo macaron et tuile. Ah, なるほど Avec la tuile ね。 amiénoise qui est un chocolat assez fin avec des éclats d'amande dedans. OK, très bien. Merci beaucoup. Mais de rien. 何買います？マカロンエトゥイル。じゃあ、マカロンチュイル。On va prendre une boîte. Monsieur Trogneux vous offre déjà. Monsieur Trogneux vous offre un coffret de. マカロン。嘘。あー